毎日、ちゃんと頑張っている。成果も出したいし、期待にも応えたい。なのに、ふとした瞬間に思うんです。この働き方、あと何年続けられるんだろそれ、かなり切実な不安です。休みたいのに、休むと罪悪感があります。う。もっと頑張れば解決するんでしょうか。ここで紹介したいのが、佐野壮太さんの本、70% で働くです。この本が扱うのは、手を抜く話ではありません。むしろ、必要な時に力を出すための余力を残す話です。ずっと、120% で走る働き方は、一見真面目に見えます。でも、それが普通になるほど、自分の感覚は後回しになります。確かに、予定が詰まるほど、自分の声が小さくなります。頑張っているのに、だんだん不安になるんですよね。つまり、問題は気合の不足ではないんですか。大事なのは、自分の弱さを責める前に、働き方の設計を見ることです。この動画では、働くペース、理由、予定の置き方を見直します。さらに、悩みすぎた時の思考の切り替えも扱います。入り口は、もっと頑張ることではありません。何を70% 設計に変えるかを見つけることです。少しだけ、安心しました。責める前に、見直す場所があるんですね。ここからは 70% という言葉の迎えを外していきます。まず、手抜きではないという点から整理します。今日の合言葉は、弱さではなく設計です。70% と聞くと、最初に引っかかる人もいると思います。それって、仕事の質を落とすことではないのか、期待に応えない言い訳に見えませんか。そう感じるのは自然です。私も、70% と聞くと少し怖くなります。でも本書の見方では、70% は手抜きではありません。いつでも 100% へ戻れる余力を残す設計です。例えば、予定を全部詰め込むと、急な相談に反応できません。小さなトラブルにも、心の余白を削って対応することになります。その状態で成果を出しても、次の日に回復できない。それが続くと、頑張るほど働き方が苦しくなります。つまり 70% は低い基準ではなく、戻れる余白なんですね。でも、周りから楽をしていると思われないでしょうか。ここで見るべきなのは、瞬間の頑張りではなく、長く続く成果です。毎日全力を出す人は、必要な日にも一段上げる力を失いやすい。逆に余力を残す人は、大事な場面で集中しやすくなります。これは、仕事を軽く見る考え方ではありません。仕事を長く続けるために、力の配分を変える考え方です。そう言われると、70% の印象が変わります。サボる話ではなく、壊れないための工夫なんですね。では、なぜ 120% が普通になると危ないのか。次は、その見えにくい落とし穴を見ていきます。誤解を外すと、70% は逃げではありません。70% は、必要な時に戻れる余力の設計です。120% で働ける日は確かにあります。締め切り前、繁忙期、大きな案件の山場、その瞬間だけなら踏ん張ることも必要です。問題は、それが特別ではなく、通常運転になることです。毎日が山場みたいになるんですよね。休んでいるはずなのに、頭だけ仕事をしています。でも、頑張れるなら続けた方がいいのでは。ここで危ないのは、限界の基準がずれていくことです。最初は無理だと感じた量でも、何度も続くと普通に見えてくる。すると、自分の疲れや違和感を弱さとして処理してしまいます。本当は働き方の設計が重いのに、自分だけを責めてしまう。このズレが 70% という視点を見えにくくします。確かに、忙しい人ほど、忙しさを説明できなくなります。予定が多すぎることに、慣れてしまう感じです。つまり、慣れたから大丈夫とは限らないんですね。その通りです。慣れは持続可能の証明ではありません。むしろ、無理に気づきにくくなることがあります。120% が普通になると、余白が贅沢品に見えます。でも余白は、仕事から逃げるためではありません。判断力を保ち、人に優しく対応し、必要な日に力を出すためです。余白がない日は、判断の小さなミスも増えます。人に優しくする余裕も残りにくいです。余白がないと、どんな小さな予定も重く感じます。返信一つ、会議一つが、心の残量を削っていきます。だから、最初に見るのは根性ではありません。自分の毎日が 120% 前提になっていないかです。ここまでで、問題の輪郭が見えてきました。次は、能力ではなくペースを見直す話に進みます。仕事が苦しくなると、多くの人は能力を疑います。
自分の処理が遅いのではないか。もっと要領よくできる人なら平気なのではないか。その考えが出るだけで、さらに苦しくなります。比べ始めると、終わりがないです。できていない自分ばかり見えてきます。では、能力を上げるしかないのでしょうか。本書の視点でまず見直すのは、能力よりもペースです。同じ仕事量でも、置き方によって重さは変わります。朝から重い会議、昼に締め切り、夕方に急ぎの相談。これを毎日続ければ、能力があっても消耗します。一方で、重い仕事の前後に軽い作業や余白を置くと違います。心の切り替えができ、次の判断に入りやすくなります。同じ一日でも、山を2つ置くか1つにするかで違います。軽い時間を挟むだけで、呼吸が戻ることがあります。確かに、仕事そのものより並び方で疲れる日があります。予定表を見ただけでもう重い日があります。ペースを変えるとは、具体的に何を見ることですか？見るのは、仕事の量だけでなく、負荷の波です。重い予定が連続していないか、集中する作業の直後に、感情を使う会議が入っていないか、まずは1週間の中で、重い日が偏っていないかを見ます。偏りが見えたら、移動や確認の時間を守ります。判断が多い日に、さらに細かな返信を詰めていないか、こうした並びを見直すだけで、70% の余白は作りやすくなります。頑張り方を変える前に、置き方を変えるんですね。それなら、今日の予定表から見られそうです。ここでの要点は、能力不足と決めつけないことです。次は、働く理由を分ける視点に進みます。働き方が苦しくなる背景には、理由の混戦もあります。生活のために働く、成長したいから働く、誰かの役に立ちたいから働く、期待に応えたいから働く、どれも自然な理由です。でも全部を会社の中だけで満たそうとすると、苦しくなります。確かに、会社で認められないと全部ダメに感じます。仕事の評価で、自分の価値まで決まる気がします。働く理由を分けるって、どういうことですか？例えば、生活のための仕事と、成長のための学びを分けて考えます。会社での役割と、自分が大事にしたい価値観を分けます。すると、会社の期待に全てを合わせなくてよくなります。評価が大事ではない、という話ではありません。ただ、評価だけに自分の全部を預けると、余力が消えやすいのです。上司の一言、案件の結果、周囲の空気。それらがそのまま自分の価値に見えると、毎日が揺れます。そうなると、70% なんて考える余裕がなくなります。仕事で得るものと、仕事の外で育てるものを分けます。それだけで、評価への依存が少し緩みます。もっと認められなきゃ、と焦ってしまいます。では、どこから分ければいいのでしょうか？まず、自分が今の仕事に求めているものを書き出します。お金、経験、人間関係、安心感、成長、貢献、それぞれを会社だけで満たす必要があるかを見ます。理由を分けることは、仕事を軽く見ることではありません。一つでも外に置けると、会社に合わせすぎる圧が少し下がります。70% で働くには、力だけでなく、理由にも余白が必要です。自分の理由を分けると、働き方の選択肢が戻ってきます。次は、予定そのものの置き方を具体化します。ここからは、かなり実践的な話です。重い予定には、軽い予定を添えます。例えば、大事な会議の直後に、深い集中作業を行い、厳しい打ち合わせの前後に、短い整理時間を置く。人と話す予定が続く日は、一人で処理する時間を残す。それだけで変わるんですか？予定の数が減らない職場もありますよね。もちろん、全部を自由には変えられません。でも、前後の小さな余白なら調整できることがあります。十分な休暇でなくても、5分の確認、10分の整理、軽い作業への切り替え、こうした小さな置き方が、心の残量を守ります。重い予定だけで1日が埋まると、回復の入り口がなくなります。予定の間に何もない白い時間を残すことも、立派な設計です。だから予定表は、量だけでなく重さの並びで見ます。会議、締め切り、相談、報告、判断、それぞれが自分にとってどのくらい重いかを感じ取ります。確かに、同じ1時間でも重さが全然違います。軽い作業だと思っていたものが、実は気を使うこともあります。それをどうやって見分ければいいですか？先月の予定を見返し、終わった後に重かった予定へ印をつけます。体が疲れた予定、気持ちが残った予定、考え続けた予定、印が多い前後には、次回から軽い予定を添えます。メール整理、資料の確認、移動時間、
何もしない10分。大げさな改革ではなく、重さの隣に軽さを置くのです。これなら、今週の予定でも一つ試せそうです。全部変えなくていいなら、少し現実的です。予定は詰めるものではなく、残量を設計するものです。次は、考えすぎて消耗する場面を扱います。働き方に悩むと、正解探しが始まります。このままでいいのか。転職すべきなのか、もっと頑張るべきなのか、休むべきなのか。考えるほど、答えが遠くなることがあります。あります。考えているのに、同じ場所を回っています。結局、何も決められなくなります。では、考え抜くしかないのでしょうか。本書の視点で大切なのは、思考の種類を変えることです。悩む思考と、設計する思考は違います。悩む思考は、自分が悪いのか、正しい選択は何かを探します。設計する思考は、どこを少し軽くできるかを探します。仕事を続けるべきかで悩む前に、今週の重い予定を見ます。その予定の前後を、少しだけ軽くできないか考えます。自分が弱いのかを考える前に、120% が通常運転かを見る。正解を一発で出すより、負荷を一つ下げる方が動きやすい。なるほど。答えを決める前に、扱う対象を変えるんですね。悩みの答えが出ない日も、設計の変更はできます。それが、前に進むための小さな足場になります。でも、悩みが大きいと小さな行動が軽く見えます。その感覚も自然です。ただ、小さな設計変更は、自分を責める時間を少し減らします。正解探しをやめるのではなく、入り口を変えるのです。一つ軽くなると、次の判断がしやすくなります。責める時間が減ると、現実を見る余力が戻ります。70% で働くとは、考えないことではありません。考え方を、自責から設計へ切り替えることです。ここまで来ると、70% がかなり具体的になります。最後は、今日できる行動に落とします。最後に、70% で働く意味をまとめます。これは、頑張ることをやめる話ではありません。必要な時に 100% へ戻れるように、余力を残す話です。120% を普通にしない。能力ではなくペースを見る。働く理由を会社だけに預けない。重い予定には、軽い予定を添える。悩み続けるより、思考を設計に切り替える。並べてみると、かなり現実的ですね。明日から全部変える話ではないのが助かります。70% は低く働くことではありません。長く続けるために戻れる場所を残すことです。最初の一歩は何がいいでしょうか。まず、先月の予定を見返してください。体と心の負荷が重かった予定に印をつけます。次に、今週の予定で重い予定を一つ選びます。その前後に、軽い予定か余白を一つ置きます。もっと頑張るではなく、何を 70% 設計に変えるか決めます。例えば、会議後の10分、返信の時間帯、重い作業の順番です。小さくても、設計を変えたという感覚が大切です。続けたいからこそ、全部を抱え込まないのです。頑張れない自分が弱いのではないか。そう思っていた人ほど、まず設計を見てください。この働き方は、逃げではありません。長く戻ってこられる場所を作るための持続戦略です。今日の要点は3つです。120% を普通にしない。重い予定には軽い予定を添える。自責ではなく設計から見直す。あなたが今、100% 以上で抱えている予定は何ですか？コメントで一つだけ書き出してみてください。